ガンダムシリーズでは作中に登場する一連のセリフを使用した古文、いわゆるネットスラングが数多く存在します。中にはあまりにも有名すぎてガンダムを知らずとも古文だけは知っているという方もいるのではないでしょうか。今回はそんなガンダムシリーズから生まれ、その使い勝手の良さからネットでバズった古文を5つ紹介したいと思います。マフティー古文。まず劇場版閃光のハサウェイから予告 PV で見られる一連のセリフを利用したマフティー古文です。こちらは閃光のハサウェイ第1部の予告 PV 第2弾の21秒から流れるやってみせろよマフティー。なんとでもなるはずだ。ガンダムだとというセリフから主題歌閃光のサビが始まる一連の流れが元ネタとなっています。実際の映画ではこれらのセリフは全くつながっていないのですが、マフティー古文はガウマンたちが乱入してくる面白さが軸となっているため、古文としては珍しく改変を行わず素材そのままの味で使用されるケースが多いようです。基本的には何かを決意したシーンや拒んだシーンに差し込まれる形で利用されるケースが多いですが、ガウマンを乱入させれば無理やり古文に引き込める自我の強さと疾走感があふれながらもメリハリのある閃光のサビを一通り流せば全てを解決した気になれるのか、状況問わずに使用できます。さらに改変する場合でもマフティーとガンダムさえ置き換えればどんなコンテンツにも流用できる高い汎用性も持ち合わせていたことでネット上で流行。また同時期に同じく閃光を用いたミーム、連邦に反省を促すダンスも流行したことで瞬く間にネット上に広まりました。そのブームはネットからテレビまで広がり、 FBS 歌謡祭にてアレキサンドロスが出演した際には作品紹介パートでマフティー古文の部分のみセリフが流れるなど明らかに意識したとしか思えない構成がなされていました。こうして名実ともにネットの宝物となったマフティー古文はアニメ流行語大賞2021にてモルカーとともに金賞を受賞しました。なお公式もこのミームを相当気に入っているのか、2022年7月6日にはゲーム UC エンゲージの最新 CM として古文となった部分のパロディセリフをガウマン役の津田健次郎氏とハサウェイ役の小野賢章氏に読ませる実写 CM なんとでもなるはずだ編を公開しています。余談ですが、このマフティー古文の大元はシャニマスに登場する黛冬子に関する下系ミーム、冬優子これなめて古文とも言われており、2020年末頃にこちらの古文にハサウェイを乱入させるネタが誕生。そこからしばらく経ってからアニメ「ウマ娘」で東海帝王が口ずさむハチミーの歌を混ぜた派生ネタが登場。そして最終的に全てを合体させたハチミー冬優子マフティー古文という派生ネタのイラストが2021年7月1日にアブンタ氏によって投稿されました。そしてこちらのイラストがスクナシというユーザーにより動画化され、ネットユーザーにガウマンが乱入してからのカオスさと高い汎用性が知れ渡ったことで混ぜ込まれていた一連のセリフが古文として独立し、現在のマフティー古文になったとも言われています。アコード古文。続いて劇場版シードフリーダムからブラックナイトスコードの一人グリフィン・アルバレストのセリフ闇に落ちろキラヤマトを利用したアコード古文です。作中のファウンデーション王国における作戦にてブラックナイツは世界平和監視機構コンパスを陥れるために隊長であるキラヤマトを暴走させようとします。その際グリフィンがアコード特有の能力である精神干渉を行うのですが、この時放ったセリフが闇に落ちろキラヤマトでした。キラヤマトの部分を改変すればどんなキャラクターに対しても精神介入できる上に、キャラによって精神干渉後の展開を自由に変えられる点が人気を博し、 X で闇に落ちろシリーズというハッシュタグとともに流行しました。そのため人によってはアコード古文ではなく闇に落ちろシリーズとも呼ばれています。なお他ガンダムシリーズのキャラに精神干渉させる場合はあまりにも我が強すぎて干渉できなかったり、逆に闇が深すぎたり、精神干渉系の能力を持ってる相手にむしろアコード側が返り討ちに遭うケースが多く見られるため、基本的には闇落ちさせられない古文として使用されている印象を受けます。さらに劇中でもまともに闇落ちさせられたのはキラだけで、真に使用した場合はむしろ深すぎる真の闇アコード側が飲まれたりと、あまり有効だとして働いているシーンはありませんでした。また
キラも精神干渉された際は精神が不安定になっていた隙を突かれたという側面もあったため、どんな時でも有効な技というわけではない印象を受けます。ガンダムシリーズは認識力が拡大している化け物パイロットがわんさか出てくるため、独身系能力が珍しいシードシリーズ以外では返り討ちにあってしまうコウブンが大量発生するのは必然と言えるでしょう。ラクスコウブン。続いて同じくシードフリーダムからラクスクラインがオルフェラムタオに向けて放ったセリフ。必要だから愛するのではありません。愛しているから必要なのですを元にしたラクスコウブンです。作中オルフェの策略にはまり愛するキラと引き裂かれた上に、自身の出生とオルフェの計画を理由に言い寄られますが、キラへの愛からこれを拒否します。それが尺に触ったオルフェはキラの存在を必要ないと語り、ラクスの思いを否定。それに対してラクスが放ったのが、必要だから愛するのではありません。愛しているから必要なのですでした。どこかつかみどころのない少女として描かれていたラクスが、必要だから愛するという無機質な理論に対して涙ながらに等身大の愛を語る姿は、視聴者に大きなインパクトを与え、劇場版のテーマを象徴する名台詞として記憶されました。一方で愛と必要の2つの言葉を置き換えれば、様々な因果関係を変化または逆転させられるセリフとして使用できる汎用性の高さが注目され、該当セリフを使用した本予告が公開されてから間もなくコウブンとして SNS 上で使用されるようになりました。基本的には A だから B ではありません。B だから A なのです。というように因果関係が成立する A と B を当てはめ、関係が逆転している現象を指摘したり、物事の本質を突くような表現ができるコウブンとして使用されるケースが多く見られました。中でも高いガンプラが欲しいのではありません。欲しいガンプラが高いのです。のように結果と理由の逆転を表現するコウブンが共感を呼んでいた印象を受けます。こうした使いやすさと分かりやすく共感しやすい点が SNS 上でファンの垣根すら超えて愛され、コウブンとして定着していきました。まさしく流行っているから使いやすいのではなく、使いやすいから流行っているコウブンの鏡で、アコードコウブンとともに2024年上半期の X を席巻。アニメ流行語大賞2024では表彰台入りはできなかったものの、トップ10入りするほどの人気を獲得しました。習字コウブン。続いてはアニメガンダムジークアクスにおいて習字伊藤が放った戦えとガンダムが言っているを利用した習字コウブンです。作中クランバトルへ共に出てくれるマブを探していたマチュは偶然出会った習字に一緒にクランバトルやってくれるのと尋ねます。それに対する習字の返答が戦えとガンダムが言っているでした。このシーンの初出は2024年12月に公開された先行上映の特報 PV で、放映前から戦いの部分を改変すれば全てガンダムが言ったことにできる使いやすさや、シンプルに口に出して言いたい日本語である点、そしてガンダムが言ってるのならと妙に納得してしまう説得力が人気を博したのか、瞬く間にファンの間で広がっていきました。また公式側も本コウブンを流行らせたいという意図があったのか、公開前の習字による商品紹介 PV では僕たちの商品が出るとガンダムが言っていると公式自ら改編したり、バンナム、プライムビデオ、UNEXT が公式 X で本作の宣伝を行った際にも本コウブンを改編して使用しています。さらに習字役である土屋新橋も先行公開された2日後には本コウブンを X に投稿するなど、公式側が積極的にコウブンを改編していました。こうしてブームは加速していき、アニメ流行語大賞2025上半期では銀賞を受賞。同賞には同作からヒゲマン緑のおじさんもランクインしたことで、2021年ぶりに表彰台をガンダム用語がひしめく結果となりました。ちなみに流行語大賞を行っているガジェット通信公式 X も結果発表ポストで習字コウブンを使っていることから、本コウブンの使いやすさと説得力が伺えるのではないでしょうか。ちなみに最終回で最後にマッチュが発するセリフとして本コウブンが使われてたことで、ネタ用語としてだけでなく習字との再会含め希望を持たせる印象で作品を締めくくってくれた名セリフとしても刻まれています。アージェントキールコウブン。こちらは
VR 作品銀界の幻影の公式サイトに記載されたモビルスーツのとある解説文から誕生した構文です。まずアージェントキールとは銀界の幻影に登場するどの勢力にも所属していない傭兵組織で、デルタプラスの回収機であるデルタザインをはじめとした多くのモビルスーツを保有しています。その中に一年戦争機に生産されたジムやザク2など宇宙世紀 0096 ではとても通用しない型落ち機も配備されているのですが、これらの機体解説に刻まれていたのが近代化改修によって性能は宇宙世紀0096代の最新鋭機であるジェガンやギラドーガに匹敵するというとんでもない文言、現在でいうアージェントキール構文でした。この一文、宇宙世紀シリーズの設定を知っているファンからするとあまりに無理がある設定となっています。そもそもジムやザク2といった第1世代モビルスーツは車にも採用されているフレームとボディを一体化させたモノコック構造を採用。一方でジェガンやギラドーガのような第2世代以降のモビルスーツは内部骨格に外装を取り付けるムーバブルフレーム方式を採用しています。そのため同じレベルに性能を底上げするも何も構造からして根本的に第2世代モビルスーツとは違いすぎるため、回収するにも基礎設計から限界があると考えられます。また近代化改修を行っていながらも見た目に変化がない第2世代以降のモビルスーツとしてジム2やジム3が存在しているため、わざわざ一年戦争時の機体を直す意味がないということから整合性がないとツッコミどころ満載の設定となっているため、発表当初は旧来のファンを中心に炎上しました。一方で何の整合性もない脳筋すぎる設定を一周回って面白く感じるファンも現れ、いつの間にかどんなモビルスーツでもジェガンやギラドーガに匹敵する性能にできる魔法の言葉として構文化しました。具体的にはボールやオッゴといった看護家レベルの機体を超強化したり、逆に単影ガンダムのような最強機体をジェガンやボールレベルまで弱体化させているケースも見られます。どんな機体でも最強から最弱レベルの性能まで自由に回収可能ということで一気に広がっていきました。ただこの構文は設定の荒をきっかけに広まったという背景があるからか嫌悪される方もいる上に、他の構文ほど汎用性もなかったためか現在ではあまり見られなくなっています。ということで以上、ガンダムシリーズが生んだ使い勝手が良い構文5選でした。今回紹介した構文はガンダムの垣根すら超えて広まったものも多いため、登場作品は見たことはなくとも構文だけは一度目にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。中でもシードフリーダムや先行のハサウェイ初の構文は映画の大ヒットもあって記憶に新しい方も多い印象を受けます。2026年1月には先行のハサウェイ第2部が上映されますが、果たしてマフティー構文に続く新しいミームが誕生するのか期待したいですね。やってみせろよマフティー。なんとでもなるはずだ。ガンダムだと。ぜひ皆様が好きな構文もコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。